実は私は本当に東京の多摩地区で生まれて、でこう何か文化的なこう根付いたものというものがないっていうことがずっとコンプレックスというか、でその後ドイツに留学するんですが、そのドイツに行った先がドレスデンというすごくこう地方、ドイツの地方都市で、でそこでものすごくこうその、旧東ドイツというのもあって、生活と自然とアート芸術活動がこう結びついた瞬間が、すごく驚きだった。でその後に、実は2015年から三重県に住み始めました。でそれは祖父の残した家でこうどうやってアート活動を続けながら生きていくかっていうので選択したんですけど、子供もいたので、でそこでやっとこう、根付くみたいなことと、あとその地域、家の周りは全部こう畑だったのでなのでこう朝から夕方までこう地域のおじいちゃんおばあちゃんたちが畑仕事に出かけていく、でその時間帯と私がアトリエで制作する時間帯が全く一緒で、こう最初どうやってその場所に馴染もうかっていう時にアトリエのシャッターを全部全開にして、私もこうアートっていう労働をしている土仕事、みんながして背中を曲げてこう土仕事をしていることと粘土を私が毎日触ることが同じなんだっていう、こうお疲れ様でしたって夕方日暮れにこう地域のおじいちゃんおばあちゃんに声をかけるっていうのが同じなんじゃないかっていうか、このように人間として生活できたらいいんじゃないか、自分のためにもっていう感覚があって、でそこでその地域のおじいちゃんおばあちゃんにもおじいちゃんおばあちゃんがまずはこう最初に話しかけてくれるんですよね。なぜなら時間があるから、そうでそこから窓口に本当にその時間があるからこう面倒見てくれるし、何をしてるのか入ってくるし、野菜作るのと一緒だなのですっていう話をしたっていうよりも、自分がそういうふうに感じ始めていて、でちょうどその時につまりのお話をいただいて、2018年こっちに来た時にあんまり変わらないなというか、変わらないスタンスでここでも作品を作れるんだなっていう気がしたので、多分そういうことなんじゃないかなと。なんかよくわかりますね。なんか非常にこっちの地元の人たちがアーティストっていうかアートの現場とかそういう見たりすると非常に入りやすくなりますね。でそれがやっぱりアートを持ってる一つの面白いことだと思ってますが、それはなんか非常に似てんですね、労働と。そういう感じはしました。だから全くたまたまなんだけど、アートがこう地域でやっていく時の感じっていうのはすごく親しみが持てるっていうかつながりやすい。だからこの間亡くなったボロタンスキーについて僕思うことっていうのは、こっち来てかなり変わったんですね。作品はテーマは同じなんだけど、死と向かい合ってるんだけれども、なんか明るいっていうかね、それはやっぱりこの地域の一緒にやるともう背中叩かれて、ほらしっかり働けとか言われたりしてでだけどもボルタンスキーは都市にいればもう大アーティストですから、だからそうじゃないいろんなことがものすごい嬉しくて、だからほぼ毎年日本に来て何かやりたがってたっていうのがあってね、でそれはこう田舎が好きなわけですよ。でそんな感じはありました。そうですね。あともう一度さっきの一番入ったところからで犬のお母さんのところなんですが、
あれが非常に分かりやすいんですが、犬のお母さんを見てると顔が全部変わっていくじゃないですか。はい、であれがまあこの作品のなんかすごい面白いところなんだけど、それについてちょっと説明していただけますかね。そうですね、そう写真とか映像にほとんど映らなくて、このコロナ禍でとか、まあ見たことのない人には本当に伝わらないっていうのは苦しいんですけど、実はいいと思っていて、実際に見てもらわないとわからないっていうのはこれからすごく価値を帯びていくんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、これはへこんでいてまず制作の工程を、これが粘土原型です。でこれを板の上に、粘土でレリーフを粘土で作っていきます。でこのレリーフをですね、型取りします。石膏で型取りしたものがこれになります。で石膏で型取りして普通はその型っていうのは割り型といって壊してしまうんですよね。だけど、私はその型自体を作品にしています。真ん中に写っている白いのが、その型取りした直後の作品ですね。着色する前ですね。でここに、今この後ろにあるように着色をして着色した型の中に透明の樹脂を流し込んでいます。で、作品はへこんだまま、原型というイメージが不在型取りによって、空気になったところに透明の樹脂を流し込むことで、不在のままマテリアルとして存在しているっていう状態になるんですけど、へこみ面凹面のトリックと言われやすいんですけど、錯視によってこう見る人が動くと向きも変わるんです、で微妙な角度で言えばかなり変わっていってるわけですからね。そうですね、こっちはものすごい微妙なわけだから、それなんですね。でこう分かりやすいのはこう顔の認識って目の認識が強いと思うんですけど、見る人の動きに合わせてその、こう鑑賞者を、モチーフ自体がこう観察しているように錯視で見えてくる。だから見る人が見られる人になるという、そういう感じですね。その入れ替わりがこう淡いというか、だから全部12作品あるんですけど、ここにいる人たちは全員が鑑賞者を見てるんです、その人が見てない時も。で10人いたら10通りの見られ方をしているという、そう今のこの作品の秘密って本当面白いので、来てこうゆっくりとこう回っていくと本当に楽しい。中谷さんが今後どういうふうにやっていくかっていうことはすごく興味があって、先ほどの話で言うともう本当に大変だった紀貫之古今集のあれはあの人っていうのは屏風にその何か字を書くとかそういうことによって何か仮名の世界を作っていくみたいな革命的なことをやるわけですね。そういう意味で言うとやっぱ屏風とか襖を書いていったのが俵屋宗達で、これももうただこういうふうにデザインをしているだけの扇子屋さんですよね。それがああいうこう壁とか建具に何かやることによってすっごい世界を変えていっちゃうのがあって、実を言うとそこまで言うと、まずいんだけど、中谷さんがそういういろいろな場面でやっていってどういうことを考えて何か変化していくかということは僕はものすごい興味があってそういうチャンスを、探したいと思っているんですね。でつまりこの間津南でやった時に次どういうのやりたいって広いとこでもってやりたいと言われたのがあってここはそこよりは相当広いのでだから何かチャンスがあるんじゃないかと思ったっていうのがあって、だからそういう、何か中谷さんがやりたいとこがあったらそういうことを僕らがその機会を作れると
何か面白い空間っていうものの中でものができてくるんじゃないかなというふうなことがあって、実はそういうことを思っているという感じです。じゃあ今日はそんなところで終わりますけど、ありがとうございました。ありがとうございました。